感情を設計するコードの正体。音楽の感情設計図。じゃかじゃん。ああ、いい音、前さん。不思議ですとね。ただ指を置いて弦を弾くだけなのに、明るい気持ちになったり、指を一本ずらすだけで、急に切なくなったり、コード進行一つで、僕の心がまるで、操り人形みたいに動かされるんです。ガク君、それは気のせいではありません。あなたは今、音楽という見えない脚本に、見事に操られているんです。僕、音楽にマインドコントロールされてるんですか？恐ろしい表現ですが、ある意味では科学的に正しいですよ。今日はなぜ音の並びが全人類共通の心の動きを作るのか、周波数の数学的調和と脳が求める緊張と緩和の秘密を紐解きましょう。まずは音が重なった時に私たちが感じる心地よさの正体からです。紀元前ピタゴラスは一本の弦を使ってある重要な法則を発見しました。弦の長さを2対3の比率で分けると驚くほど美しい響きが生まれる。これが現代でもあらゆる音楽の要である完全母度という音程です。数学の比率が美しさを決めてるんですか？音楽は感性の領域かと。感性とは脳が高度な秩序を感知した時に生まれる報酬形なんですよ。波形が整数比できれいに重なると脳は情報の処理が圧倒的に楽になります。この情報エントロピーの低下が脳にとって最高のご褒美になるんです。なるほど。脳が省エネできるからいい音って感じるわけか。しかし綺麗な音が鳴り続けるだけでは私たちの心は動きません。ここで登場するのが緊張と緩和という音楽最大のダイナミズムです。例えばトニカ、ドミナントという言葉を音楽の授業で聞きませんでしたか？なんとなく覚えてます。起立、レイ、治れのあの感じですとね。そうです。治れ状態がトニカ、安心。レイがドミナント、緊張。家を出て不安定な場所へ旅に行き、再び安全な家へと帰り着く。この解決への強烈な渇望こそが心の揺らぎを作ります。ずっと家にいても退屈だけど、ずっと旅先だと不安で怖くなっちゃう。その周期的なサイクルが切なさや高揚感を生み出しているんですね。さて、ここで本日のメインテーマ、メロディとコードの関係です。私はこれを俳優と脚本の関係に例えて説明します。ガク君、あなたが映画俳優だとしておはようというセリフを言ってみて。急に俳優オーディション5本。おはよう。もし背景が爽やかな朝の森だったらその声は希望に聞こえます。でももし背景が血塗られた廃病院だったらどう聞こえますか？一気にサイコホラーですね。何かの穴にしか聞こえない。これがコードの役割なんです。メロディという俳優が同じ言葉、同じ動きをしていても、コードという脚本が世界の意味を暴力的なまでに書き換えてしまう。明るいメロディに悲しいコードを添えることで無理して笑っている悲劇が完成する。音楽の表現力の革新って実はコード進行が支配してたんだ。さらに脳科学的な視点を加えましょう。私たちの脳は常に予測をしています。音楽を聴いている時、脳は次はきっとこう来るはずだと無意識に未来を計算しています。王道のカノン進行などはその予測が 100% 的中する極上の安心感です。やっぱりここに戻るよねという納得感がドーパミンを出すんですね。一方で意表をつくコードへの展開、これを非終止と言います。家に帰ると思いきや一本手前の角を曲がって別の見知らぬ世界へ連れて行かれる。その時脳には驚きによる強い電気刺激が走り、それを私たちはエモいと呼ぶ。期待していた結末をわずかにずらされることで感情が激しく揺さぶられるわけです。だからあんなに裏切られた切なさで胸が締め付けられるのか。コード進行の進化は人類の複雑な心の進化の歴史でもあります。中世の教会音楽は非常にシンプルで白黒はっきりしていました。神への純粋な賛美かそれ以外か音の曖昧さは許されなかったのです。しかし近代に進むにつれ人間は心の割り切れない部分を表現したくなった。例えばワーグナーのトリスタン和音。解決されない緊張が延々と続くことで近代人の終わらない渇望を描き出しました。そしてジャズのテンションコード、ただの明るい音にあえて少しだけ濁りを加える。嬉しいけれどどこか不安といった大人の多層的な感情を音に込めるためです。コーヒーに少しだけ苦味を入れると一気に味が深くなるのに似てますね。その絶妙な配合が現代の洗練されたポップスの深みを作っているんですね。ヒット曲には必ずと言っていいほど抗えない王道のパターンが存在します。例えば日本で最も有名な
4536進行。これは日本の歌謡曲やアニソンで最も愛されている王道進行の一つです。切なさと疾走感を同時に味わえる日本人の DNA に刻まれた魔法の配列。あ、それ絶対に聞いたことあります。サビで胸がギュッとなるあのパターンだ。こうした特定の進行がなぜこれほど強力なのかについては非常に奥が深いです。4536進行やカノン進行の詳しいメカニズムはまた別の動画でじっくり解説しますね。シリーズ化するんですか？全部知りたいです。共通のなきどころがあるからこそ私たちは見知らぬ他人の歌に深く共感できるんです。さて、ガク君、あなたはなぜ悲しい曲を聴きたくなる時があると思いますか？普通悲しい時は明るいアップテンポな曲を聴いて元気を出した方がいいはずなのに。でも本当に落ち込んでる時に明るすぎる曲は逆に孤独を感じちゃう。その感覚、心理学的には同質の原理といって科学的に証明されています。マイナーコードの不安定な響きに自分の傷ついた心を同調させる。すると不思議なことに脳内のストレスホルモンコルチゾールが減少するんです。音楽が心の痛みを代わりに引き受けてくれる安全な器になってくれる。そうして感情を外に逃がすことで本当の緩和が訪れる。これをカタルシスと言います。切ないコードは僕らの心の毒を洗い流してくれる浄化の飴みたいなものなんだ。現代の私たちは AI を使って完璧にヒットするコード進行を作れるようになりました。でも最後にその脚本に命を吹き込むのは常に不完全な演奏者の揺らぎです。数学的な正解をわずかに超えた場所にある計算できない指先の迷い、それこそが私たちが音楽を愛してやまない本当の神秘かもしれません。計算通りの快感よりも計算できないズレに一番震えるなんて人間って面白い。僕もっと下手くそなギターでもっと誰かの心に深く残る歌を歌いたい。その下手くそな一生懸命さの中にこそあなただけの真実が宿るんですよ。コード進行、それは私たちが文明を持って以来磨き続けてきた心のテクノロジーです。次に音楽を聴くときはメロディという主役の背後で語られる脚本に注目してください。コードがどうやって世界を照らしあなたの感情をエスコートしているのか、耳を澄ませば今まで気づかなかった新しい世界の色彩が見えてくるはずです。よし、僕も新しい脚本最高にエモいオリジナルコードに挑戦してみます。あいた、指が届かない。これ脚本の難易度がバグってませんかゼンさん？それはジャズの極致、難解なテンションコードの連続ですね。くじけずに頑張って。今日はコード進行の仕組みと感情の設計について解説しました。皆さんは聞くだけで無条件に涙が出てしまう魔法のコード進行はありますか？今後はカノン進行や王道進行についても一本ずつ詳しく深掘りしていく予定です。あの曲のあの瞬間にいつもやられてしまうといった思い出を教えてください。ぜひコメント欄で皆さんの熱いこだわりを語り合いましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃらん。今の不協和音、すごく発展途上の楽譜らしい脚本でしたね。